こんにちは、ぴょんです。熊本県阿蘇郡にある白川温泉の竹笛さんに宿泊しました。竹林に抱かれた自然豊かな約5000坪の敷地にわずか12室の客室が点在する温泉宿です。館内には貸し切りの洞窟風呂や竹林に囲まれた貸し切り露天風呂、お部屋にはテーブル付きの足湯や5メートルもある源泉かけ流しの露天風呂など、これでもかというくらい思う存分温泉を堪能することができます。敷地内に入り階段を下っていくと長寿屋が見えてきました。竹笛さんは敷地内からお水が豊富に湧き出ています。竹林水と呼ばれるそのお水は不純物が極めて少ない綺麗さで、どの蛇口からもこの美味しいお水をいただけます。このような素晴らしい大自然の恵みの中に洗練された高級旅館が建っているのです。それでは玄関を入っていきましょう。こちらは帳場になっています。中は古民家のような作りになっていて、竹笛さんの法被を着たくまモンたちもお出迎えしてくれています。こちらのお宿では館内の至るところにうさぎが置かれていました。開業がうさぎ年だからだそうです。帳場には地元産の焼酎が置かれていて、好きな時に自由に飲むことができます。地元小国のジャージー牛乳で作られたアイスクリームも食べ放題で、お風呂上がりには嬉しいサービスですね。味の種類もたくさんありました。後でお部屋でいただきました。美味しかったです。帳場を出るとそれぞれのお部屋に道が続いています。チェックインは15時30分、チェックアウトはお部屋により10時30分または11時です。ちなみに今回私が宿泊したお部屋は11時でした。こちらのお宿では一つのお部屋に一人の担当の方がつきます。お部屋のご案内や夕食の配膳、翌朝のチェックアウト時もすべて同じ方でした。今はちょうど帳場からお部屋までの長い道を歩いているところです。全部で12室あるお部屋は8段階の価格に分かれています。今回私はそのうちの高い方から3番目のお部屋に宿泊しました。呼吸庵、さよ、支援庵、別邸天空、おまち庵、美女庵、甘と、夕月夜が離れのお部屋、モネ、ささね、月影、竹切が本館のお部屋です。先ほどちらりとお部屋によりチェックアウトのお時間が異なるというお話をしましたが、具体的には離れの8部屋が11時、本館の4部屋が10時30分のチェックアウト時刻となっています。館内にはそこかしこに自由にいただけるラムネが冷やしてあったり、足湯のできるところがあったり、楽しめるサービスがいろいろなところにありました。足湯も 100% 源泉かけ流しの温泉です。5000坪もの広大な敷地ですので、お部屋同士の間隔も広く、一棟ずつしっかりとした独立感があります。今回はおまち庵のお部屋に宿泊しました。料金は最後に発表いたしますので、お部屋や施設、お食事の内容などから一泊いくらか予想しながらご覧くださいませ。おまち庵は6畳のいろりと10畳の寝室、星見デッキという名の広々したテラス、それに加えて総ヒノキ風呂の内湯とこたつのような足湯に大きな露天風呂を持つ定員3名のお部屋です。すべてご紹介してまいります。玄関を入ってすぐいろりが目に入ります。夜ご飯、朝ご飯ともにこちらのお部屋でいただきました。座るところは掘りごたつになっています。いろりの奥の壁が水屋です。
所狭しと様々なアイテムが置かれています。コーヒー関連だけでもこの品揃え。コーヒーマシン、ネスプレッソのカプセルはなんと36個も用意されています。普通は4個や6個のところが多いのに、この数はすごいですね。台の下では茶香炉が焚かれていて、とってもいい香りが漂っています。表面が鏡になっている扉はワインセラー。木目調の下の段が冷蔵庫です。冷蔵庫に入っているドリンクはすべて無料でいただけます。竹笛さんオリジナルのミネラルウォーターと多いお茶、普通の多いお茶以外に濃いバージョンとほうじ茶玄米茶、レモンスカッシュとピーチネクターにフルーツやお野菜のジュース、地元産の発酵乳と牛乳が抜群に美味しかったです。側面のポケットに木箱が入っていますね。中身はお菓子です。ケトルはバルミューダ。自宅でも愛用しています。お部屋にソーダストリームが置いてあるのは初めてでしたので、炭酸水作りを体験してみました。炭酸水は美容や健康に様々な効果があります。胃や腸の働きを活性化させ、食べたものを消化しやすくしてくれるので、ダイエットにも効果的です。ヨーロッパでは古来より炭酸水の美容効果が信じられていたため、絶世の美女と言われるマリー・アントワネットは故郷のオーストリアから運ばせた炭酸水で、炭酸水のお風呂に入っていたそうです。ご説明の続きに参りましょう。この蛇口から出るお水も湧き水の竹林水です。ここにもウサギが。大きな箱の中身はコーヒーに使うカップやフィルター、紅茶とお砂糖類です。いろりのすぐ近くに上へと伸びる急勾配の階段があります。確かにこちらのお部屋はメゾネットと書いてありました。隠し部屋のようでワクワクしますね。子供の頃だったら喜んでここを秘密基地にしていたと思います。ちなみに竹笛さんはお子様も宿泊 OK です。いろりのお部屋を後にし奥へと進みます。左手の扉はお化粧室です。広めの作りになっています。手洗い場には常にお水が流れていて、ひしゃくでお水をすくって手を洗います。お次は居間を見てみましょう。夜はこちらにお布団を敷いて寝室になります。大きな窓から見えるのは星見デッキ。後ほど行ってみます。浴衣は様々な絵柄から選べました。クローゼットの中には防寒着も用意されています。この時は1月で、朝晩はマイナス4度にまで気温が下がっていました。露天風呂へ行く時などは着用必須です。浴衣の他にも寒いが用意されています。足先が旅仕様になっている旅靴下。いろいろな用途でお役立ちの巾着袋。スリッパの代わりに草履。鼻緒の部分がパイル地でできているので履き心地が良かったです。青竹踏みは銭湯などにはよく置かれているかもしれませんが、各部屋に完備されていると思うと面白いですね。他にも静電気を防ぐスプレー、消臭のミストが置かれていました。クローゼットの下の段は金庫です。そのお隣にはテレビがあります。私はいつも旅先ではテレビを見ることはないです。テレビの右側にある引き出しにはお手紙セットが入っていました。こういうものがあるとおばあちゃんにお手紙を書きたくなります。今のすぐ向かいにあるバスルームを見てみましょう。洗面所はダブルシンクでアメニティもたくさん用意されています。まず一番嬉しいのがエルメスのアメニティセット。オレンジの甘い香りがします。この箱の中にはコットンと綿棒、
中央奥にある背の高い箱の中にはクレンジング洗顔フォームお化粧水が入っています。この竹笛の霧水というお化粧水がとてもしっとりしていて良かったです。サラサラのお水のような感じなのかなと思っていたら、すごくしっとりしていて、乳液がなくてもこれ一つで大丈夫なくらいでした。このミルククレンジングはイチジクと蜂蜜の香りですごくいい匂いです。帰ったら買おうと思いました。背の低い方の箱には男女別に消耗品のアメニティが入っています。洗面所に置いてあるコップは錫のグラスです。引き出しの中には LED ライト付きのミラーとドライヤーが入っています。いろいろなお宿でいろいろな高級ドライヤーを試す機会がありますが、ダイソンが一番使用感がいいです。タオルウォーマーがあるお宿は最高ですよね。それでは内湯に行ってみましょう。大人3人くらいが普通に入れそうなサイズ感です。大きな総ヒノキの浴槽に源泉かけ流しの天然温泉。湯番頭さんが一日中ちょうどいい温度に調節してくださっています。シャワーは内湯にあります。シャンプー類は6時短です。ゆずのサービスは毎年11月から3月の間の期間限定となっています。最後にお外へ行ってみましょう。なんと室内と同じくらいの面積があります。とても敷地の広いお宿のため、撮影しているうちに日が暮れてきました。まずは今の窓からも見えていた星見デッキ。夜のライトアップも綺麗ですね。竹に囲まれていて癒されます。ここ白川温泉はまさに秘境の地といった感じで、周囲に大自然が広がっているので、星を見るための必須条件である綺麗な空気と明かりのない真っ暗な夜空、この2つが揃っています。パラソルヒーターもあるので、秋口くらいならこのデッキで団らんしながら星を眺めることができそうです。私が訪れたのは特に寒さの厳しい1月。こちらの竹笛さんは標高1000メートルほどのところに位置しているため、キーンとした並々ならぬ寒さでした。雪の中の温泉もまた格別。お待たせいたしました。露天風呂のご紹介です。この小さなお部屋の中もしっかりと暖房で温められています。水道もありますので、メイクを落とす程度であればこちらでも可能です。内湯の方の洗面所と同じように、こちらにもアメニティが用意されています。そして何よりも感動したのがタオルです。温蔵庫でほかほかに温められているではありませんか。今までいろいろな温泉に伺った中でも、このようなサービスは初めてでしたので驚きました。寒い地域では暖かさも最高のホスピタリティです。そのお隣には今度はしっかり冷えたドリンクが完備されています。こちらの冷蔵庫内も無料です。それではお町庵自慢の露天風呂をご覧いただきましょう。横の長さが約5メートルもあるプールのような広大さに圧倒されます。竹笛さんには湯番頭さんがいらっしゃり、毎日すべてのお風呂の清掃を行われています。源泉の温度は 61.8 度あるのですが、その湯番頭さんの熟練の技術で、その日の天候や温泉の状態を考慮しながら、お湯の量を調節することで温泉の成分を薄めることなく、ちょうどいい温度にしてくださっています。すぐそばに立っているのは屋根付きの足湯です。いろりにいるお魚のところは自在鍵といって、火との距離によって火力を変えられます。お魚はまぶたがないことから居眠りをして火を絶やさないでしたり、水に通ずることから火災防止のお守り的意味合いがあるそうです。じんわり温まる足湯いかがでしょうか。お外の水がめでも竹林水でキンキンにドリンクが冷やされています。
お茶にピーチネクター、野菜ジュースが2種類とレモンスカッシュ、ミネラルウォーターです。楽しみにしていた夜ご飯のお時間です。一番早い18時からでお願いしていました。開始時間の少し前から係の方がお料理の準備に来てくださいますが、お部屋が広いので食卓の準備中も何も不自由がありません。お箸置きに聖火が飾ってあって可愛いです。食前酒にと青梅酒と白ワインのカクテルが供されました。それではコースの始まり。奥に見えるものがお先付けです。和名では甘鯛鯛、オレンジの釜の中にお料理が入っています。ローストビーフのようなロゼ色の和黄牛とタラバガニの贅沢なサラダです。お隣に添えてあるオレンジのソースをかけていただきます。芽キャベツとタケノコと合わせてあり、食感も良かったです。前菜は7種類のお料理の盛り合わせになっています。和黄牛の特製ハンバーガー、サザエ新庄のフリット、トコ節とタケノコのゆり根焼き、フグとセリの握り、ホッキ貝と厚揚げの炙り、インカの目覚めのミルフィーユ、堀川ごぼうとズワイガニ月間、りんご飴、雲粉南蛮、熊本名物の一文字のぐるぐるを初めていただきました。インカの目覚めのミルフィーユは上にお味噌がかかっています。お吸い物代わりに伊勢エビと里芋のスープ。この器覚えている方いらっしゃいますか？3段になっていて1段目がお作りです。2段目を開けると中には馬刺し。熊本といえば馬刺しですよね。赤身も霜降りの部分も最高です。一番下の段にもお作りが入っていました。お醤油は馬刺し用とお魚用に2種類。どちらも濃いめで甘いです。魚介類は上の段に車エビとアワビ、下の段に中トロとシマアジとヒラメの5種類でした。お次はお肉料理です。肥後和黄牛のサーロインと横バラという珍しい部位。何でもこちらは牛を一頭買いされているのだそうです。熊本のブランド牛である熊本黒毛和牛。その中でも霜降りの柔らかい肉質と豊かな風味で高い評価を誇るプレミアム級のものが熊本黒毛和牛和黄です。厳選された飼料で育てられた生後月齢28ヶ月以上の牛で12段階に分けられる霜降りの度合い TMS が6段階以上のものだけが和黄牛となります。つけだれは左手が玉ねぎの入ったジャポネソース、真ん中がお塩で右手はごまの入ったバーベキューソースです。お次のお料理は煮物代わりに大分冠地鶏のつみれとかぶのお鍋です。柚子のいい香りが漂っています。こちらはホタテ貝とウニの吹き味噌焼き。蓋付きの器は蒸し物で伊勢エビとバレーショの湯治蒸し、湯葉を使ったお料理に湯治という名がつきます。お食事は和黄牛のしぐれご飯です。お米は小田製陶所産の蒸しかまどで炊かれています。蒸しかまどとは木炭などで炊く陶器製の大型炊飯器のことで、江戸時代から昭和初期にかけて主に料亭やお屋敷などで使われていました。最高に美味しい白米を炊き上げることができる優れもので、人気の料理漫画「翔太の寿司」でも究極の炊飯方法として紹介されています。ふっくら粒の立ったツヤツヤのお米はまさに絶品そのものです。お味噌汁にはしじみとたけのこが入っていました。竹笛さんのお名前にちなんでか竹の器が多く使われています。
ご飯のお隣にあるのが和黄牛のしぐれ煮です。一説によると、パラパラと降っては止むしぐれのように様々な風味が口の中を通り過ぎることから、松尾芭蕉の皇帝がしぐれ煮と名付けたそうです。温泉卵を絡めて最高でした。私は比較的よく食べれる方だと思いますが、お肉が多いこともあってか中盤くらいでもうかなり満腹でした。デザートもボリュームがあります。フルーツはデコポンで、こちらは中にチョコレートと生クリームの入ったモンブラン。葉っぱの形をしているのはキャラメルチョコレートクランチ。右手はピスタチオのムースです。そしてこちらはウェルカムスイーツ。本来はチェックイン時にいただけるのですが、この日はいろいろあり、夕食後に運ばれてくることとなりました。デザートをいただいている間に寝室では2名がかりでお布団をご用意してくださっていました。アロマミストディフューザーで好みのアロマをセットしていただけます。12種類の中から香りを選ぶことができ、今回はヒノキでお願いしました。寝室にはダイソンの加湿器が置いてあるので冬でも快適です。お布団と枕はテンピュール。宇宙飛行士の体にかかる重力を和らげるために NASA によって開発された素材が元となっているそうです。ひとたび横たわれば粘弾性の特殊素材による無重力感を体験できます。しかも足元には湯たんぽが入っていました。浴衣以外に寒いもあるのは嬉しいポイントですよね。シーツとお布団のカバーはイタリアの老舗高級リネンメーカーフレッテのものです。スルスルと絹のような肌触り。眠りにつく前にまた温泉へ入りに来ました。お外の気温はマイナス2度。最初はお湯から出ている顔と手が凍りそうなほど寒かったですが、途中からは暑くて汗をかくほどでした。全身ポカポカに温まっておやすみなさい。おはようございます。朝は予約していた貸し切り洞窟風呂からスタートしました。しんしんと雪が降る中、静かに温泉に浸かり、しばし時を忘れます。貸し切りのお風呂につきましては、後ほど詳しくまとめてご紹介いたしますね。さて、お部屋に戻って朝ごはんです。お時間は8時、8時30分、9時のいずれかから、種類は和食と洋食から1人ずつ選択できます。まずは和食からご説明いたします。お米の品種を3種類から選ばせていただけます。せっかくなので地元南小国町産の瑠璃米を選びました。こまごまとした和のお惣菜が嬉しいです。奥で火にかかっているのは肉じゃがのような具材の煮物。汁物は熊本名物のご汁。水に浸した大豆をすりつぶしお味噌汁に加えたものです。肉厚の椎茸とだし巻き卵。手前は鮭と明太子です。椎茸は裏返して焼くと旨味の詰まった雫を逃さずいただけて美味しいです。鮭も一緒に。椎茸にはお塩を少々。鮭が美味しそうに焼き上がりました。お次は洋食です。洋食はパン類をパン、フレンチトースト、パンケーキ、グラノーラから1種類。スープをオニオンスープ、ミネストローネ、トウモロコシとさつまいものスープ、オマールエビのビスクの中から1種類。卵料理をスクランブルエッグかオムレツから1種類。それぞれ好きなものを選ぶことができます。私はパンケーキ、オマールエビのビスク、スクランブルエッグでお願いしました。オマールエビのビスクは期待を裏切らないお味ですね。パンケーキはふわふわに軽いのに中がしっとり。ペロリと完食できました。
スクランブルエッグもリッチで美味しいです。生野菜のサラダ、竹筒の中にごまドレッシングが入っています。きゅうりは皮が全部剥いてありました。卵以外のタンパク質は肉厚のベーコン。お隣にはベーコンを焼くための熱々の石もあります。和食の方の七輪にもお邪魔しました。デザートのフルーツはリンゴ。パンのお供には最高級バターとの呼び声が高いエシレ。ジャムが6種類も用意してありました。しかし私はパンケーキを選んだため、これらの出番がなく未開封のままお戻ししました。フランスの高級ジュースアランミリアまでついてきました。食後に石臼で引く方のコーヒーを飲みたいと思います。重厚な雰囲気を醸し出す御影石と天然木でできた石臼です。I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. スプーンでコーヒー豆を石臼の上に乗せて穴の中に数粒ずつ落としていきます。木の取っ手をぐるぐる回すとお豆を引くことができます。時間に追われることのないゆっくりした時間の中で一粒一粒丁寧にコーヒー豆を引くというのは贅沢ですね。お部屋中がコーヒーの良い香りで包まれて癒されます。自分でお豆を引くタイプのコーヒーを置かれているお宿、最近多いですよね。上手にできるコツを調べてみました。お湯は沸騰する手前くらいの90度。まずはコーヒーの粉全体にお湯をかけて、粉がこのように膨らんだら30秒ほど待って蒸らします。蒸らし終わったら今度はお湯を粉全体ではなく500円玉くらいの大きさの範囲にお湯を置くようにして静かに注ぐといいようです。お豆は1人当たり 10g、 スプーン1杯くらいが目安だそうです。お湯は120から 150g くらいのお好みの濃さで、お豆とお湯の量をきちんと測るだけでもぐっと美味しさがアップします。そういえば冷蔵庫に牛乳が入っていたような。ありました。竹笛さんのすぐ近くにある山のいぶきさんのジャージー牛乳です。縁に生クリーム状のミルクがついているほど濃厚でクリーミー。素晴らしく美味しいカフェラテになりました。貸し切り露天風呂をご紹介いたします。帳場で受け取った木札を入り口にかけて利用します。貸し切り露天風呂は完全予約制で時間できっちりと分けられています。私は宿泊予約時に貸し切り露天風呂の予約も済ませておきました。貸し切り露天風呂は竹林の湯と洞窟風呂の2つを利用できましたので、順番にまずは竹林の湯からお見せしてまいります。帳場の横の通路から階段を上がっていくと、野趣あふれる竹林に囲まれた建物が見えてきます。こちらにも冷蔵庫にお飲み物が完備されていました。お化粧水やコットンなども揃っていて何も持たずに来られます。ドライヤーはダイソン。温泉にお酒を浮かべて熱燗もできてしまいます。ウォーマーでほかほかに温められたバスタオルには見るたびに感激します。お風呂から出た時には幸せな気持ちになりました。貸し切り露天風呂ももちろん源泉かけ流しです。有料で温度調節をしているため加水も一切されていません。竹林水も冷えています。扉を開くとそこは自分だけの大浴場です。野趣あふれる自然で素朴な洗い場がいいです。利用時間はどの貸し切り露天風呂も45分間となっています。下に降りていきましょう。泉質はナトリウム塩化物炭酸水素塩硫酸塩泉で、三大美人泉質と言われる炭酸水素塩泉、硫酸塩泉、硫黄泉のうち炭酸水素塩泉と硫酸塩泉が含まれています。
温泉の中でもより医学的に治療効果の高い療養泉で光線分析法指針で定められた規定をクリアし、医学的に薬理効果があると認められた天然温泉です。pH 値は 6.41 の中性で、水道水や牛乳と同じくらいですので、お肌への刺激がほとんどないと言えると思います。竹林の湯はとにかく広い温泉が特徴で、その名の通り竹林に囲まれています。一旦上がってさらに奥へと進むと、実はまだ通路が伸びており、その名も奥の湯というもう一つのお風呂があります。さらに秘境感がたっぷりの奥の湯は、目の前に滝が流れていて、落ちる水のせせらぎを聞きながら入浴することができます。水の流れる音には F 分の1揺らぎと呼ばれる人の心をリラックスさせる効果を持つ波形が含まれていることが知られています。帰る頃にはきっと心も体も軽くなっていることでしょう。先ほどの竹林の湯は1日目の夕方に、次にご紹介する洞窟風呂は2日目の朝に予約していました。朝起きると外は雪が降っていて、ピンと張り詰めて澄んでいる空気が温泉へと流行る気持ちを加速させます。随分と長い道を歩いた気がします。たくさんの石段を下ったり登ったりしながら洞窟風呂にたどり着きました。大きな岩が組み合わさった限りなく自然に近いような雰囲気の場所です。ちょうどいい広さの洞窟でぼんやりした明かりに心が落ち着きます。竹と雪のコントラストが幻想的で、現実の世界を忘れそうな不思議な気持ちになりました。お部屋も貸し切り風呂も全ての温泉で源泉かけ流し 100%。中でもお肌のセラミドを整えてくれる天然の保湿成分であるメタケイ酸が突出して多く含まれていて、一般的には 1kg 中に 50mg 含まれていれば美肌に有効、100g 含まれていると強大な美肌効果と言われているところ、竹笛さんの温泉にはなんと 215g も含まれています。こちらの洞窟風呂にも洗い場があります。冷蔵庫とタオルウォーマーもしっかり用意されていました。アクセスについてご案内いたします。竹笛さんは熊本県の北東部、九州のほぼ中央である南小国町に位置しています。今回私は熊本空港から九州横断バスを利用して黒川温泉まで行きました。竹笛さんは近くに電車の駅が全くありませんので、バスを利用する行き方がコストの面でも時間の面でも一番いいと思います。途中8カ所の停留所で停車しながら、阿蘇駅での休憩も含め、阿蘇熊本空港黒川温泉間を1時間50分で結んでいます。運賃は片道2200円。バスの車内では景色などの説明が音声で流れていて、阿蘇山についてなど勉強になりました。バスの座席には USB ポートが備えられています。黒川温泉のバス停から竹笛さんまでは車で10分ほど。このバス停からは無料で送迎していただけるので、事前にお迎えをお願いしておきました。ちなみに同じバスに乗っていた竹笛さんの宿泊の方が他にもいらっしゃいましたが、一組ずつお迎えの車が用意されていました。それでは料金の発表に移りたいと思います。プールのような露天風呂がついたお待ち庵のお部屋、1泊2食付き大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？正解は22万4000円でした。
今後の動画作りのためにもどのようなお宿が喜んでいただけるか知りたいので、もしこの動画が良かったらいいねボタンで教えていただけると嬉しいです。お土産にいただいた竹笛さんのパンフレット映像でお別れとしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。